はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。前回ね、4読について吉野先生のね、提唱されている4読、今話題の4読ですけれども、そこからね、1読の一つである植物油について、いろいろね、私の考えたりとか、どうやって付き合っていったらいいのかな、摂取の仕方とか、そういうことに関してお話しさせていただきました。今日はね、お砂糖についていろいろね、ちょっと考えていきたいと思います。お砂糖。私はね、本当にね、砂糖中毒というか、スイーツ中毒で、若い時はね、本当にカロリーのことしか考えてなかったので、同じカロリーを取るんだったら甘いものが食べたい。スイーツしか食べたくないっていうね、ケーキやアイスクリームばっかり食べておりました。本当にね、若い時ってね、難しいですよね。偏ってるんですよね、考えが。なのでもう本当にもうそれだけいただきますっていう感じでね、そういう健康を害してしまいました。なかなかね、やめようと思ってもやめれないんですよ、砂糖は。ドラッグなんでね、中毒性があります。皆さんもね、やめたくてもやめれない、分かっちゃいるけど、ついついっていう方もね、多いんじゃないですかね。どうでしょうか。ずいぶん前にね、砂糖について、私がやめた3つということでね、白砂糖その中に入っております。その動画もね、ぜひぜひ参考になさってみてください。で完全にやめられなくても、そのね、付き合い方、距離の取り方、摂取の仕方、あとは種類のね、選び方、そういうことでね、健康的に甘いものと友好関係をね、築いていきたいなということで、今日はお話ししていきたいと思います。ぜひぜひ参考になさってみてください。ということでね、砂糖が本当に体に悪いのか。悪いです。本当はね、できるだけ取らない方がいいんじゃないかなと思います。ただ、砂糖がね、どういうふうに、何が悪いのか、どういうふうに体にね、影響を与えるのかっていうことをね、考えながら、ちょっとね、接し方を考えていきましょう。まずね、悪いことを一つ、血糖値が上がる。血糖値ね、上がったり下がったり、乱高下、血糖値スパイク、ね、いろいろ聞いたことあると思います。バンバンバン、上がったり下がったりすると血管を傷つけたりとかね、疲れやすくなったり、糖尿病になったりとかね、あとはね、依存性が強いのでやめようと思ってもやめれない。そこのあなた、このせいです。依存性が強い、もっと食べたくなっちゃう、幸せホルモンがドバッと出ちゃうんですよね。あとは腸内環境を乱す糖分のね、過剰摂取、糖質はね、便秘やね、肌荒れの原因になります。腸内環境、腸内フローラ乱します。あと老化を早める。余った糖がタンパク質と結合してね、シミやシワ糖化します。黒くなりますたるみます。ということでね、たくさん嫌なことがあります。なので、取らないにね、越したことはありません。ただね、もうどうしようもない、もうそのね、意志が強いだけで断ち切れるかっていうと、本当にね、もうホルモンのバランス、体の仕組みで脳がね、糖が欲しいよ、お砂糖欲しいよってなっちゃうのも事実なので、そこのね、やめられなくて悩んでるあなた、自己嫌悪に陥ってるあなた、私も含め、あなたのせいだけじゃありません。それはもう本当ね、お砂糖が強すぎるお砂糖が本当に強すぎるだけなので、そういうね、ちょっと強いお砂糖とどうやって付き合っていったらいいのかなっていう、あとは種類もね、たくさんあるので、次からね、説明していきたいと思います。まずね、第一に避けるべきお砂糖っていうのがあります。それは、白砂糖、普通にね、上白砂糖みたいな真っ白なお砂糖、あとはグラニュー糖とかね、あと茶色いね、三温糖っていうね、茶色いお砂糖もあります。ブラウンシュガー、なんか体に良さそうと思ってね、私も前はね、ブラウンシュガー使ってたんですけれども、それも生成されてる、ただただ色がついてるだけでね、実は白いお砂糖と変わらないんですよ。なんとちょっと健康的に見せて、実は白いお砂糖と全く変わらないので、そこはね、一緒。スプライトとコーラみたいな感じです色がついてるかついてないかみたいなね。栄養ゼロ、血糖値アップエンダウンします。ブンブンブンってね、体に良くない。安いね、生成されて
安価に作られているので、たくさんいろんなところで使われております。外食したら大抵は普通に白砂糖、いいところで白砂糖使われてるでしょう。もっとね、安価でね、工業的なお砂糖たくさんあるので、白砂糖、グラニュー糖、三温糖、普通にね、メジャーなお砂糖で言うと、これは避けた方がいいかなっていうお砂糖ですね。あとは液体のお砂糖あります。工業的なね、加糖ブドウ糖液糖、ジュースとかにはね、絶対入ってます。お砂糖よりもたちが悪い、安価に作れるように工業的に作られたお砂糖になります。あとはね、コーンシロップとかね、コーン、トウモロコシだからいいんじゃないか、サウンズグッド。これもね、ほんと体にね、吸収されやすいんですよね。なので太りやすい、血糖値をねアップさせます。脂肪食べやすいです。あとは人工甘味料、これがねたちが悪い、カロリーがない、カロリーゼロのものってね多いですよね。サウンズグッド、甘くてね美味しいのにカロリーゼロだったらもう食べても太らないんじゃないかと思ってね、私もたくさん食べておりました。カロリーゼロのゼリーとかね、ジュースとかね、炭酸もの、そういうものねたくさん食べてました。飲んでました。でもそれはね幻なんですよ。脳は甘いものが食べたい、欲しいって余計になっちゃうんですよね。甘くないわけじゃないんですけど、それをね脳がね誤作動してね、もっともっとってなっちゃう。大体ね、これはね私の個人的意見ですけど、これアメリカにいるとね結構たくさんいるんですよ。100キロ超えの人。100キロだとね、こっちだとぽっちゃりの域なんですね。80キロ、100キロはぽっちゃりの域なんですよ。もう100キロ以上の方がいっぱいいるので、そういう方って大体ダイエットコーラとバーガー、ダイエットコーラとピザみたいなね。普通の赤コーラじゃないんです。ダイエットコーラとピザ。わかります？そういうダイエットコーラ、0キロカロリーのものを飲んでる人で痩せてる人はいない。断言できます。多分もう脳がねやられちゃうんですよ。0キロカロリーのね人工甘味料で。なのでもっともっとってなっちゃうんですよ。本当に罠なので気をつけてください。なのでこれは取らない方がいい。アスパルテーム、スクラロール、アセスル、よくわかんない。そう、カロリーゼロだけど脳がねひっちゃかめっちゃかになります。もっともっとってよくわかんなくなっちゃう。もうどんどん食べたくなっちゃう。そういうね依存性があります。あとはね、私は家にあるのはこっちですね。天然の甘味料、メープルシロップですとか、蜂蜜とかね。あと日本でいうとね黒糖とかね。あとはデーツ。私はね結構ケーキとか作る時もデーツ使っております。ケーキ作るってね小麦粉やめたんじゃないのって思うでしょ。グルテンフリーの小麦粉とかあるんですよ。とね、デーツ、あと甘酒をね作ってますね。甘酒、発酵あんこを家で手作りして、それをお砂糖とかの代わりにね使ったり、あとは天然のみりんですねを使ったり、お料理でねちょっと甘み加えたいな、コク加えたいなっていう時はみりん使ったりとか甘酒使ったりとかしております。あと私ここはあんま使ったことないけど、ステビアとかね、エリスリトール口が回らないね、エリスリトール、よくねガムとかに入ってますよね。ああいうのもね天然のものからできてるものっていうので、血糖値はね下げにくい。でもお腹下したりとかねすることもあるみたいなので、取りすぎは注意ですよね。砂糖はねやめたくてもやめれない、そういう方もね多い。私もその一人なんですけど、そんな時はねやっぱり絶対やめます、ゼロっていうのはねやっぱ無理じゃないですか。ダイエットもそうなんですよ。もう今日からダイエットする、1日1000キロカロリー以下で運動は1時間以上で毎日やってなんとかでって、もう3日続かないから。絶対急に変えるのは何事も続かないです。まずはね、今まで、10取ってたらそれを5、6に減らしていく。ちょっと減らして、それで1ヶ月とかね、それが習慣になったらじゃあ3にしましょうで、どんどんちょっとずつ減らしていくっていう方法がいいかなと思います。まずはね、お砂糖とかをコーヒー紅茶とかに入れた方は、それをね1杯だったら半分にしてみるとか
ですね。半分ちょっとだけ入れてた人はそれをやめてみるとかね。飲み物からね減らすのはねすごくいいやり方かなと思います。甘くない飲み物にする。まずねジュースをやめる。オレンジジュースとかねすごいお砂糖なんですよ。この世の中何が良くないって健康そうに見えるものが一番お砂糖使ってたりとかするんですよ。なのでオレンジジュースとかねやめましょう。オレンジジュースを飲みたいんだったらオレンジ食べましょうね。あとはお菓子。私はね自分がスイーツ好きなのでどうしてもねデザートとかを食べたい派なんですよ。それだとやっぱ外でね買うものってすごいバター砂糖めちゃめちゃ使ってるし、すごい質が悪いものをねやっぱり使ってるんですよね。なので自分で手作りしております。例えばチアシードプリンとかにしてね、アーモンドミルクとチアシードを一晩ね寝かして、そうするとねプリン状っていうかねもわもわってゼリー状っていうのかな、ババロアみたいなああいう感じになるんですよね。チアシードは油の時にもちらっと出てきたオメガ3なので体にめちゃめちゃいいんですよね。もし甘みがちょっとでも欲しいと思ったら、甘酒をね足してちょっとトッピングして食べたりとか、私はデーツも入れたりとかもしますし、この間はねケーキにデーツ入れてバナナパウンドケーキみたいなの作って、それをお砂糖の代わりにデーツ入れて作ったんですけど、うちの旦那さんとかね健康的なものが大嫌いなんですよ。なので別にお砂糖とかね減らすとかそういう考えは全くない人なんですけど、秘密でバナナケーキに、バナナだけでもねすごいもう熟してるやつ使ったのですごい甘かったんですけど、それにデーツを細かく切ってね入れて、小麦粉もね、小麦粉っていうかあれは何でできてんのかな、甘さをね控えめにお砂糖を使わないで作ったケーキをね食べさせたんですけど、美味しいと言ってましたあんまりね気づいてなかったみたい。あとはね私はその発酵あんこをよく使ってるので、発酵あんこをね使ってグルテンフリーのね粉で作ったクレープとかで包んでそういうのですね食べてみたりとか、甘いものはね結構ね代用が効くんですね。そうやってどうしてもねなんかちょっとシロップ的なそういうものを使いたいっていう時は蜂蜜だったりとか、あとはメープルシロップですとかね。メープルシロップも天然のねメープルシロップちょっと高いんですね。このぐらいで15ドル20ドルとかしちゃうんですけど、それでもねただの木の汁なのでね、それをガバガバ飲むっていうわけでもないので、なんかちらっとこう垂らしたい時は天然の、私はロコの使ってますけど、そういうねニューヨークはね結構ローカルのお店とかもあるので、そういうところで買っております。多少ね自然のものでただただこう絞っただけのものっていうのは工業的にね作られたものよりは高くはなってしまうんですけども、そんなねガバガバ食べたりしないようにしようっていう話なので、天然の質のいいものを少量いただくっていうね、貴重にいただくっていうことでね、たくさんはいらないですよね。甘いものに触れることを摂取することを減らしていくコツとしては、完全にやめるっていうよりはちょっとずつ減らす、頻度を減らす、量を減らすっていうことですよね。ここはちょっと最初は努力がいるかもしれないですよね。もうちょっと甘い方が美味しいなって思っちゃうかもしれないし、なんか甘いもの食べたいなって思っちゃうタイミングがあるかもしれません。1日ね2回おやつ食べてたらそれを1回のタイミングにするとかね、そういうぐらいでねちょっとこう回数と量を減らしていく。あとは天然の甘みを活用しましょう。さっきも言ったデーツをおやつ作りに、お菓子作りに活用するですとかね。あとは普通にね甘いお砂糖のものを食べるよりは果物ね、リンゴをいただくとかね。吉野先生はフルーツもあんまり推奨はしてませんでしたけど、ものによりますよね。糖質の多いものは避けてね、リンゴとかね糖分はそこまでではないと思うので、あとはいちごもね、日本のいちごはすごい高級でね甘いですけど、そんなね甘くないガリガリの
いちごとかね、あと梨も甘いな。日本のフルーツめっちゃ甘いんですよね。調べてみるとね、たくさん出てくると思います。スーパーでもね、糖度なんとかってすごい高いやついっぱいあるじゃないですか。ああいうのじゃなくてね、ほんと八朔みたいなね、なんかさっぱりしたああいう甘みがね低いものがいいのかなと思います。八朔って酸っぱいよね。あとはね、料理の甘みに関しては砂糖入れなくてもね、煮物とかね、私はもともと煮物に甘さはいらない人なんですけど、どうしてもねちょっとコクが欲しいみたいな時にね、甘さがやっぱり入れたいなっていう人もいるかもしれません。そういう時はね、みりんを入れるといいかなと思います。みりんはね結構コクも出るし、お酒からできててね、発酵されて甘みが出てるものなので、甘酒と一緒ですよね。甘いですけど普通のお砂糖よりはそこまで気にしなくてもいいのかなと思います。あと、洋食作るんだったら、そうね、私はリンゴとか加えますね。私煮込み料理作ることが多いんですけど、スープとか。そういう時は、じゃがいも入れると甘いし、玉ねぎ入れると甘いし、そういう甘さでね、結構量が足りるかなと思います。野菜ね、結構甘いのでね、人参も甘いですし、そういうね、天然の甘さをね、感じれるようになるようにしましょう。多分ね、お砂糖の量を減らしていくと、そういうものでもねしっかり甘さをね感じれる舌になっていくかなと思います。そういう感じでね、お砂糖4毒の一つの甘いものっていうのをね、量を減らして、向き合い方をね考えながら、生活をしてみると、もうちょっとね健康になっていけるんじゃないかなと思います。甘酒とかね、あと発酵あんこのレシピもね動画出してるので、ぜひぜひそちらもご覧ください。あとね、お料理に関してはめんつゆね、手作りのめんつゆ使ってみると、お砂糖も使ってないのでね、お砂糖も減らしながらお料理に使えるものができると思います。はい、今日はお砂糖のね種類、あとはそれがねどう体に影響するのか、肉体的にも精神的にも健康的に甘味料、甘みと付き合っていく方法、コツなんかをねお話ししていきました。まとめると、精製されたお砂糖や人工甘味料なんかはなるべく避ける工業的なねお砂糖ですよね。天然の甘み、甘味料をうまく活用して甘さとねうまく付き合いながら健康を維持していきましょう。あとは無理にねもうゼロにするってやめますってすると、やっぱりね心が追いついていかないんですよね。なので少しずつちょっとずつ減らして、お砂糖とね距離をちょっとずつ置いていく、そういうね食生活、食習慣を身につけるようにしましょう。もしリクエストがあれば、私が作っている4毒を使わないスイーツレシピなんかをねご紹介していきたいかなとも思っております。ということでね、今日の動画が役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルはアラウンド50代の方たちにね対して健康とね美容について、生活のコツなんかをねお届けしているチャンネルになります。これからもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。